まさかのそことそこが手を組むのか、というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、タングザ XC オーディオ、市民リリンコエンカウンターエディション。長い。この後タイトルつけるのに悩みそうなくらい長い。このイヤホンは、タングザの中堅機、5000円クラスの、タングザ市民リをベースに、C オーディオの協力による新しい音と、質感が大きく変化した赤い外装、そして、新しいドライバーと、かなり別物になっているコラボレーションモデルだ。このイヤホンが注目されているのは、すでに定評のある、C オーディオと、タングザがタッグを組んだこと。そして、本来この価格帯にラインナップを持たない C オーディオの音作りがこの価格で楽しめることや、ベースとなった市民リとはまた違う魅力を抱えた質感の外装なんかがあると思うな。C オーディオらしいイラストと、それをイメージさせられるクリーニングクロスもついてくる。これは、タングザのボンアーに付属していたものに近い質感だけど、C オーディオのキャラクターが描かれていると、ちょっと印象が変わるな。その他の付属品は、ケーブルとイヤーピース、そしてポーチ、ベースになった市民リより付属品が色々と豪華だ。ポーチはそのまんまコインケースなんかにも転用できそうな質感だな。音質に影響するイヤーピースやケーブルは、市民リのベースモデルと同じなんだけど、付属ケーブルはそのまま使うには、少しストレスがあるかも。このケーブルは、市民リ付属のものと全く同じもので、アップデートされてないんだけど、表面摩擦が非常に強く、簡単に絡まり、そしてほどきにくい。また、表面摩擦のせいで、布すれのゴシゴシという音が強く伝わってくる。今回は、音質を保ったままテストしたかったので、標準ケーブル、それから、ナイス HCKGCT5 でテストしてみたぞ。本体の型にも変更が入ってる。市民リリンコで、まず大きく変わったのが外装色。原型モデルは、メッキ仕上げの金、または銀色というより若干ガンメタルな質感のピカピカ光る仕上げだったんだけど、市民リリンコは、ザラザラとしたメタリックレッドになっている。ここは好みかもしれないけど、質感としては、市民リレッドの方が安定感があるように見られるな。指紋も浮かないので、実用的にも市民リレッドの方が優秀だ。ケーブルだけ変更してしまえば、結構高級感のある印象になるんじゃないかな。さて、もちろん、側が変わっただけではない。市民リリンコの最大の変更は、ドライバとチューニングの変化だ。まず、ドライバが、樹脂系振動板だったベース機から、タングザ系では初めての採用になる、カーボン系素材のドライバに変更になった。これだけでも、ベースの市民リから大きな変化が起こることは間違いない。ベース機となった市民リは、中音域を大事にしたイヤホン、という印象が強くて、高音域、低音域に関しては、割と柔らかく、そこが印象的な音だった。対して、市民リリンコは、若干全体が感触感に触れて、全体にいかにも中華イヤホン的なサウンドに変化してるぞ。付属品や表面仕上げ、ドライバの変更により、パッケージの価格は若干上がったんだけど、確かにこれは良い進化だと思うな。音質的には、より暖色だった市民リから、感触もこなせる印象になってる。確かに、今まで触ってきた C オーディオのシリーズに近い音色だ。夢系に近いけど、あちらのような振動板由来の、力でぶん殴る系のイヤホンというより、重量のある外装の響き方を使って低音を演出してるあたりが、市民リリンコと C オーディオ純正のハイブリッドシリーズとの違いだと思う。音色を詳しく見ていこうか。市民リリンコは、重量のある外装、ハキハキした高音域、厚みのある中音域で、この価格帯で現代的な曲を聴くのに適してる一台だ。高めの電子音なんかも難なくこなせて、タングザの良さと C オーディオの良さのいいとこ取り、という期待値にはしっかり応えてくれてるぞ。ただ、この値段で完全に C オーディオの良さを体感できるかというと、そういうわけではなく、しっかり市民リのベースが残っているので、程よい一台、というバランスになってる。市民リリンコはあくまで市民リリンコであって、C オーディオの2、4万円クラスとは違う場所を目指したイヤホンであることには注意が必要だ。ブレイブリーの音はブレイブリーでしか聞けないのだ。また、タングザ系のボンアーと比較すると、こちらの方が外装由来からなのか、中音域から低音域あたりに落ち着きがあるし、ゼティアン U シリーズとも異なる印象を受ける仕上がりになっている。つまり何が言いたいかというと、これ、良いところをミックスした結果、タングザ系とも C オーディオ系ともつかない、なんかちょうどいいところ、というふわっとした全体の良さを持つイヤホンに仕上がってるってことだ。ベースとなった市民リより、明らかに高音の反応は良くなってるんだけど、夢にほど強烈な印象かというと、そうではない、程よい。個人的には、やっぱり中音域をメインに聴かせる印象のあるイヤホン、というところが強い。しかも、ボーカルに厚みがある人の曲に向いてるイヤホンだ。
中音域がメインで出てくるベースの市民来の、高音と低音を元気かつ明瞭に出せるようにしたモデル。ってイメージだな。カーボンドライバーのおかげで高音側のキレは良くなったんだけど、重量のあるハウジングのおかげで、中音域以下は相変わらず厚みのある音色。ただ、低音域の輪郭もより引き立つようになったので、バランスの良くなった市民利、というのが印象の着地点だ。カーボン系ドライバーの良さが出ていて、なおかつウォームさが表現できるイヤホンを探している人には、かなり良い印象になりそうな一台だな。どちらかのメーカーだけのファンだと、なんか違う人混じってないってなりそう。どっちのエッセンスも知らない人は、普通に高評価になりそうだ。印象としては、TRI-KAI-XHBB なんかにも近いかも。ただ、KAI と比べると、中低音域に密閉感があって、ちょっと空間が狭い印象がある。より濃厚な音を楽しみたい人におすすめだ。これは付属イヤーピースや、付属ケーブルの影響もありそうなので、もし中音域の密閉感を解消したいんだったら、より高純度のケーブルや、金メッキ線などに変更することをおすすめする。市民来由来の音がぐいぐい密閉された空間で鳴ってる感じがあるので、ケーブル選びは結構相性がありそう。ナイス HCK ブラックキャットのような、極端に音質を変化させるケーブルの方が、相性が良い、という意見が、配信でいた感想の中では多かったな。市民来リンコエディションが、極端に C オーディオなサウンドじゃないのは、ここら辺の空間表現が大きいのかも。C オーディオ製品って、今まで聞いた機種は全部空間が広く感じたから、そこが僕が、この商品をなんか C オーディオっぽくなりきってないんだよなぁ、と感じるところなのかもしれない。実際、市民利の性質ってそこに出てそうだしな。そうそう。せっかくだから、見た目がアウトなレベルで似てる、TRN-MT さんとも比較してみようか。MT さんの方が音の空間の感じ方は一定だった。リンコはさらにボーカルが近い。最近聞いたものの中だと、KB や弦部が近いかも。あちらは極端にボーカルだけが近いので、より違和感が強いんだけど、市民利リンコの場合、中音域から低音域が全体的に近い感じで、その中で、ベースの市民利よりも高音が引き立ってる。って印象だった。MT さんの方が全体的な音のつながりは自然っぽい。そこら辺は割り切って楽しくバランスをとってるのが市民利リンコな印象だ。結構難しいぞ。このイヤホン、コラボモデルでも多くすることなくこういう面白いイヤホンが生まれてくれるのは嬉しいな。というわけで、市民利リンコエディションは、ベースよりも豪華になった付属品、相変わらずなケーブル、豪華になった本体外装と、高音低音がよりはっきり聞こえるようになった、ドライバーとチューニング変更で構成された、市民来のアップグレード版、といった印象だ。決して C オーディオの上位機種が再現された機種ではなく、市民利リンコ風味、くらいの存在だと認識して突入すると良い。付属ケーブルは交換が必須。標準ケーブルは取り回し、という意味でも、音質、という意味でも、市民利の使い心地と音の空間を狭める気がする。音質は、ベース機から感触寄りになったけど、全体的に見ると、まだかなりウォームな部類。ただ、単純にウォームなんじゃなくて、ドライバー変更のおかげで、高音はハキハキ出せるようになった。このイヤホンがおすすめな人は、基本ウォームなイヤホンが好きだけど、高音はハキハキ出てほしい人、若干密閉されたくらいの方が空間表現が好きな人。それから、重量のあるハウジングだから出せる、くらいボーカルが好きな人だな。空間表現が特殊なので、あくまで市民来のアッパーバージョンとして評価するのが良いと思う。この価格帯でライバルとして挙げられるモデルとして、多くの人に支持されそうな類似機というと、より空間が明るく、音も明るい TRI-KAI とか、さらに一足飛びの価格帯で、愛好 OH10 などの表現の方が、多くの人に好まれそうだ。あるいは、全体にウォームでダークで密閉感のある音が欲しいなら、ノーマルの市民利もいい感じだぞ。リンコファンは、おまけのクロス欲しさに勝っても誰も責めないと思う。また、外装質感は良い感じなので、外装に惚れて買うのも止めないぞ。と、こんなところだな。なんか結構思ったより癖があった。そんな印象。ただ、これ、ロックなんかのボーカルが伴う楽曲だとすごく効果を発揮しそうな特化イヤホンの空気もある。自分の聴いてるジャンルが偏ってるせいでこういう評価になったのは理解できるんだけど、でも自分の好きな曲聴きたいじゃん。アニソンで声が近い音を聞きたい人にもおすすめだ。市民利と C オーディオがコラボする、という一大事件だったので、その仕上がりには、結構過大な期待がかけられてたんだと思うんだけど、実際蓋を開けてみたら、かなりマイペースなイヤホンがやってきた、というのが正直な感想だな。結構レビューが出る前に突撃してる人も多いけど、このイヤホン、そこそこ人を選びそうだ。僕は基本的に空間が広く感じる感触モデルが好みなので、結構需要とは真逆な感じだったな。あとは一般の感想がどうなるのか。ってところだ。といったところで今回はここまで。最近難しい機種多くない？